レーシア最後の日です。友人の家から空港に向かってます。今日有給取ってもらって友達にありがたいですね。します。マレーシア最悪ですやっぱり。なんかうんこついてました。ズボンにさっき触って匂い嗅いだらなんかほやほやの匂いしました。僕今日うんこしてないんですよ。もうやっぱ嫌いです。なんでズボンついてるかわかんないです。さっきもね洗濯したばかりのやつなのに多分これ出来たてほやほやの匂いしますね。マジくせえ。それから50リンギ渡したんですけど、高いから全然電車とかの切符買う時にも全然通らないですよ。50円、1000円ぐらいなんですけど日本円で言うと。なのでこういうショッピングとか食べ物屋さんとかでも50リンギはダメとか言われたりするんですけど、ここは OK だったんですよ。嫌な顔されながら。で帰ってきたと思ったら お札がこうぐっちょぐちょに折れてるやつ渡されてこういうとこ嫌いです。ちゃんとまっすぐしたやつ渡してほしかったな。とりあえず今から空港に向かってちょっと早いですけど6時間ね行って、でちょっと手を洗って、でズボンの汚れちゃんと取って水でマジでトイレもティッシュペッパーないでしょ。もうずっと水で水洗なんですけど、手で指でこう拭くしかないんですけど、みんな多分そうしてるみたいでそうします。であと友人の家泊まってって最後でバイバイして結婚祝いに1万円渡しました。お金はないですけど、そんぐらいビッグな男ってことで、日本はこういうお祝いだよって言って、友人いらないって言われたけど、マレーシアでそんな大金もらわないよって結婚ぐらいじゃって言ったけど、それはもう日本の友人だし、お金、俺より持ってるけど彼の方がで、言われたけどさっき皇居より持ってるって、でも、気持ちとして渡したいし、なんか苦労することがあるかもしれないからその時に使ってくれって言って、いやいや言ってたけど渡しました。で今からちょっと時間あるけど、どっかで、空港に向かって、のんびり過ごそうかなと思います。今日はもう本当に、昼過ぎの飛行機に乗って、夜遅くに東京に着くので、今日一日中、飛行機に乗るっていう想定なんですけど、のんびり過ごそうかなと思います。以上です。マレーシアでした。マショイ。マレーシア最終日、トイレでズボンのうんちを落としてます。最終日にすることかこれ。ズボンについたうんちをひたすら取ってます。運が落ちるかもしれないけど関係ない。うんちを取ってます。Cyberjaya City Center, Lim-Kok Wing.懐かしいですね。IOI シティモールの時にプトラジャヤ駅乗ったなと思って、だからかなんか懐かしい感じがしたなと思ったら、駅に降りて分かったんですけど、これ一回僕たちが1時間半待った駅ですね。ちょうどここで待ってたんですけどね、路上電車が来ないの待ってた時の駅ですね。でバス停はこんな感じです。来るまで時間かかるのかもしれないです。勘違いしてこのバス停で聞いたら、それ電車だよって言われました。だからちょっと見たいと思います。勘違いが過ぎました。ちょっと散歩して電車乗りたいと思います。わしゃい。プトラジャヤセントラル駅で僕が乗ろうとしたバスが、それバスじゃないよ電車だよって教えてもらって、で分かりましたって言ったんですけど、ちょっと暇だったもんで近く散策して、こちらの屋台みたいなところに来たんですけど、食堂の屋台
でみんな地元の人たちがたくさんいて、これなんと見てください、この料理なんとツーリンギです。日本でいうと60円食べれるっていう最大のところですね。でロティじゃないですね。例えば僕の友人と食べた時がロティじゃないだったなと思い出しながら、パンのカレーみたいなやつです。ロティじゃないと紅茶、これでツーリンギいただきたいと思います。甘くて美味しいですね。やっぱマレーシアのお茶が好きですね。なんか甘くて砂糖ミルクみたいな。じゃあのんびり食べたいと思います。今から駅に向かいます。今から空港に行きます。いや美味しかったですね。本当にカレーで、辛い味のカレーで、パンがカレーライスのナンみたいな感じの四角いタイプのナンで、ロティチャナイっていう料理なんですけど、マレーシアを代表する料理の一つで、期間中何回か食べたんですけど、美味しかったですね。10リンギ300円食べれるところが良かったですね。あとお茶が甘いのがマレーシアの特徴で、それもまた良かったですね。みんな適当だから大変ですね。上だよって言って上に行って、下だよって言われて下に行って、で上だよって言われてまた下だよって言って、で今度左だよって言われて今度左に行ってます。みんな分かってないですね。分かってないのに教えるからめちゃくちゃですよ。あっちあっちって。マレーシアのこういうとこめちゃくちゃですよね。説明聞いてあっちだよって言ってあっち行ったらなくてこっちだよって言われてこっちもないみたいな。とりあえず向かってみます。And parents with young children. Thank you. 6時間ぐらい早いんですけど空港に着きました。今からのんびり空港で過ごして飛行機乗りたいなと思います。場所今空港に着いてるんですけど、ちょっとえらい早く来たもんで、まださっき見たら、オープンってなかったのでまだチェックインできないみたいなので、もうちょっと1時間ぐらい待ってできるようになってから一応チェックインしようかなと思います。はい、よし。空港にいます。喫煙所です。僕はすいませんが、エアアジアですね。ここに見えるのがこちらエアアジア、マレーシアの航空会社ですね。マカオからマレーシア来た時にこれ乗りました。今から東京に帰るんですけど、これは日本の飛行機で帰ります。割とマレーシアの国内便が結構多くて、次に、中国の便が多いですね。香港、マカオとか割と近いところが多いみたいで、日本の発着便は少ないみたいですね。はい、帰ります。かなり早いですけれど、今からもうチェックインも今終わったので、もう出発口にもう向かって、もう搭乗口で、あとで電車じゃないや電車はすごい飛行機に乗ります。飛行機でも待っときます。5時間ぐらいずっとぼーっとボケーっとします。はい、場所へ。動くタイプのエスカレーターを今こう歩いてて搭乗口向かったんですけど、前でこう行き止まりになってたっていうか、その前の家族が行き止まりになってて立ち止まってで裸足だったんですよ。でスリッパが置いたから何してんのって聞いたら、マッサージだよっつってそのアイディアなくて面白かったです。マッサージでエスカレーターか、面白いですね世界は。面白い。
港でも地べたで寝そうでってる人もいるんだと思ってなんか面白いですね。日本じゃ考えれないからやっぱ最高ですね。自由でいいですね。面白い。最後の食事をしていますね。マレーシアの一番有名な料理のナシレマを頼みました。昼飯。これを食べて僕はもう出発するんですけど、まあ時間が結構あるんで、やっぱりあと3時間ぐらいあるんで、まあ、ご飯のんびり食べてで行きます。でも入ろうかな。充電したいから下で充電もう1時間ぐらいしてで行きます。まあそうなったらまあ時間足りないですよね。携帯触ってる時間の方が長いかもしれない。最後ナシレマなんですけど36リンギしたんで、僕が食べた、地元の人が食べるところは6リンギとかだったんで高いですよね。でスーパーとかで食べたところも、まあ、20リンギとかで、まあ、それで高い方だったんで、まあ、やっぱり空港めちゃくちゃ高いですね。外国人向けにやってるっていうのがあるから、そんぐらいやっぱ稼がないといけないですね。であと友人に今日マレーシアの友人結婚祝いでまあ数万円お出したんで、まあ、厳しいですけど、まあ、僕は両替せずに現金持ってたんで、まあ、自分のお金、まあ、電車賃だけ残して自分が東京に帰った時の電車賃だけ残してあとはもう、まあ、全額ちょっと渡したんで、そんぐらい稼げるようになりたいですね。やっぱおめでたいんで友人の、まあ、受け取りたくないとは言ってたんですけど、まあ、それで少しでも子供ができた時に子供のための用品だったりとか結婚式の資金に充てたりとか彼女にご飯をおごるためとか、なんかまあしてほしいですね。まあ、日本旅行のために使ってもいいし、とりあえずおめでたいんで今からご飯食べたいと思います。場所ナシレマ食べます。マレーシア代表料理、見ての通りですね。アンチョビがあって魚みたいなのがあってキュウリがあって卵があってチキンがあってチキンの上のフレークがあってでカレーのソースがあって7種類の、ね、具材があります。これが代表的な料理でめちゃくちゃ美味しいですね。本当混ぜご飯じゃないですけどカレーライスみたいな感じでこういろんな具材を食べれるっていうのがナシレマです。38リンギだからまあ、1200円ぐらいで今食べてます。1300円ぐらいで。じゃあいただきます。最後の食事ましょう。通過する場所が一つしかないんで、関門の検査ですね。荷物検査すごいごった返してますね。一つしかないんで今もうあと座ってあと乗るだけです。待ちます。もうすぐそこが日本航空なのでそこで待っとけば日本人がたくさんいるはずなんですけど、まあ日本人と一人とも会ってないっていうのが不思議ですね。必ずいるんですけどやってないですね。面白いですね。マレーシアはたくさん日本人がいるはずなんですけどなかなか会わなかったですね。まあおそらく、いるんでしょうけどおしゃれあと乗るだけです。日本じゃ考えれないんですけど水入れてたペットボトルそれを置いてたらこれもスキャンされて5リンギのところを12リンギ要求されて、いや違うこれは自分で買ったやつだからって説明してこっちだけしてもらったんですけど、買った後もなんかごめんでも言わずにこれも自分のレジの方に置いてて僕の側にないから届かないんですよ。だから手伸ばしてこう取りました。日本じゃ考えないですよね。こうピッてしたらこうお客さんが取りやすい場所に置くじゃないですか多分。僕もコンビニ店員してるんで分かるんですけど何なんだと思いましたよまあでもピッてしてもらえるだけありがたいですけど、はい、じゃあ今から飛行機に乗ります。場所へ。あとスリムですねこの形、僕は豆乳買いました。マレーシアの豆乳美味しいんで。日本行きの飛行機なんですけどざっと見て100人以上、いるので100人以上乗るんだろうなっていうのが分かるんですけど、パッと見て日本人が少ないっていうのが今驚きですね。日本人もいるっちゃいるんですけど1割日本人で9割は、マレー系の人とかインドの人とかヨーロッ
書けるんですよ。びっくりって結構驚きですね。半分ぐらい日本人かなと思ったんですけど、そんなことなくて、もうなんかほとんど外人ですね、日本人。でもマレーシア来て、2回目か、2回目日本人と会えてるのでちょっと嬉しいですね。やっぱり日本行きの飛行機だとやっぱ日本人がいますね。じゃあ今から乗ります。はい。